実験を開始する。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。よすけはこれを全力ミニレイクと名付けたよ。前回の動画、モーターを8520に変更してパワーアップ、スピードアップは果たしたけれど、目論見ほどダウンフォースを得られていないことが、わかったよ。なぜだ。はい、ということでこれは実験するしかないですよね。近くの JH で使えそうなものを採掘してきました。何を作るのかというと、風洞。空力といえば風洞実験。これは男のロマンなのである。実験設備を紹介していく。まずはアクリルケース。JH に売っていた 15cm 角のゴミ箱みたいなやつを使用。ニツを接着して長さ 50cm の風洞とする。風洞の後端にファンを配置。風洞の中の空気を引き抜くぞ。ファンはジェフの店で仕入れてきた 15cm 角のもの。100V のコンセントから電源を供給するタイプ。風量は 138CFM なので、15cm 角で換算した流速は約3メートルパーセック。JCJC を2秒台で周回した時の速度が10メートルパーセック。なので3倍足らないが、これは断面積減少か電圧小圧でどうにかする予定だ。ファンの前方には整流用のコーンを配置。四角断面と円形断面のギャップをなくすことで、四隅における渦の発生を抑制、ファンの効率低下を回避しているぞ。そして計測部の前後に整流格子を配置。整流格子を JIS で調べたところ、AMCA 格子というのが 3D プリントしやすそうだったので、これを採用しました。格子の一辺は 148mm の 7.5% で 11mm。隔壁の厚さは 3D プリントできそうな最小値で 0.5mm。長さは 45% で 70mm としました。あ、この JIS の図の長さの部分。例が1個多いので誰か通報しておいてください。風洞全体に木製の下駄を履かせることで、側面だけでなく仮面からも観察できるようにしているぞ。全体の大きさは 20cm×60cm×37cm。これは作った範囲が置き場所に困るやつ。が、もう愛のロマンティックは止められないのだ。製作を開始していく。JH に生えていた L 字のヒノキの棒を適当な長さに切って、切断面は紙やすりで仕上げ、コッパを組み合わせて精度よく直角を出しておきます。JH に生えていたヒノキの棒、角材、と接着。風洞を乗せる下駄を作ります。コッパで直角を忘れるな。次は風洞部分。アクリルのゴミ箱の底にファンの図面を貼り付け。切り取る円の内側に沿ってドリルマンで穴を開けます。気合のノコギリで切り抜いていく。気合があれば大抵のことはうまくいきます。深淵となるまで気合でヤスリがけ。気合があれば大抵のことはうまくいきます。紙ヤスリで気合の仕上げも忘れずに。気合があれば大抵のことはうまくいきます。四隅のファン取り付け穴を開けていく。アクリル専用のドリルを使うとデリシャス。ドリル穴の面取りも忘れてはならない。出来上がりはこんな感じ。マンダム。だがしかし、アクリル加工はもう一つあったりする。こちらは筒抜けにするので、底板をひっぺがす。気合があれば切断面がガビガビだとしめじがつかないので、気合があればファンがジェフの店から送られてきました。これはごついです。動作確認をします。これは風速約3ムの風です。アクリルケースにネジで固定。3D プリントしておいたコーンみたいなやつを、両面テープで貼り付けます。四隅を貼り付けるとこんな感じ。若干のスペースコロニー感。
ファンを取り付けていない方のアクリルに、液だれ防止のマスキングを施します。アクリル接着剤を単面に塗り塗りして、手早くファン側のアクリルと接着します。位置がずれると風洞内に段差ができるので、慎重かつ大胆な接着が求められています。一晩放置プレイしてマスキング剥がし。4隅は液だれして紙まで接着してしまいました。後でピカールで磨くことにしよう。土台となるヒノキの棒、修正剤に、風洞の下駄を接着します。風洞が傾くと気持ち悪いので、水平とか垂直とかを気にしながら接着します。風洞が落ちるとアクリルが割れる可能性があるので、補強も万全を期します。持ちのロンで上側も補強しておいたぞ。接着完了。ミニ四駆を置いてみるとこんな感じ。上部に十分な余裕があるので、上下方向で断面積を絞れそうだ。後で検討しよう。斜めから見るとこんな感じ。これはかっこいい風洞の匂いがプンプンだぜ。次は声優講師の印刷。すまんかった。すまんかった。すまんかった。声優格子が大きすぎました。いや、プリンターの面積が小さすぎたと言うべきか。ヨスケが使っているのは ELEGOO の MARS3PRO。印刷できる面積は 143mm×89.6mm。声優格子は 15cm 角だからどうにもなりません。立てて印刷は各壁内にサポート痕が残るので不可。分割しての印刷も考えたんですが、各壁が厚くなってしまうので微妙だなぁと。なので今回は JLCPCB に発注してみようかと。お値段も1万円ぐらいでどうにかなりそうなので、新たに 3D プリンターを導入するよりは、お安く済む可能性がビレゾンです。ちなみに FDM 方式だと積層痕が声優に影響を与えそう。なので、今回は光造形一択になります。ということで今週はここまで。声優格子が手に入ったら続きをやるので、高評価とチャンネル登録して待っていてください。ではでは。